ようこそお城へ。私の名前は石田三成。今回訪れるお城の主だったものです。早速ですが問題です。私は治療の半分をもって近江守護である六角氏に仕えていた知名度抜群の侍大将を召し抱えました。その者の名は何というでしょう。1、恥須賀小六。2、黒田官兵衛。3、竹中半兵衛。4、島佐子。答えは番組の中でじゃ。皆さんこんにちは。本日もお城巡りにやってまいりました。今回訪れるお城は沢山城というお城です。沢山城は滋賀県彦根市にあるお城です。この地は関ヶ原の戦いで敗れた石田三成が治めていた土地でもあります。早速行ってみましょう。沢山城は標高233メートル、148メートルの山です。鎌倉時代に沢山の山麓に佐々木時綱が館を構えたのが始まりとされています。戦国時代、沢山城は湖北勢力と湖南勢力の境目の城でした。北方の京極氏旭氏と南方の六角氏が争っています。1568年、尾張の織田信長が足利義昭を擁し近江に進出すると、沢山城をめぐる戦いに織田家が参加することになります。結果、織田と浅井は同盟を結び、対立した六角氏は滅亡します。沢山城には浅井氏の磯野一正が入城しました。磯野一正は浅井氏の猛将です。六角氏との戦で武功を挙げました。1570年、織田信長が越前の朝倉義景を攻めた際に、浅井長政は信長との同盟を破棄しました。結果、姉川の戦いが起こります。姉川の合戦では、磯野一正は信長本陣近くまで切り込みました。姉川11段崩しの名で知られています。織田軍が13段で構えた陣を11段まで切り崩したという話です。この気球の時に稲葉一徹ら美濃三人衆が信長のもとに駆けつけます。さらに朝倉軍を撃破した徳川軍の増援もあり、浅井軍は磯野一正の活躍も虚しく総崩れとなりました。姉川の合戦後、磯野一正は沢山城に戻り守備を固めました。1571年、織田信長は近江に侵攻すると沢山城を包囲します。信長は沢山の周囲に獅子垣を巡らせます。東の丸山城に丹羽長秀、北の磯山には市橋長利、南の里根山には水野信元、彦根山には川尻秀隆を配置しました。磯野一正の籠城は9ヶ月に及び、2月に沢山城は無血開城しました。無血開城した理由は、横山城の織田軍の働きにより、磯野の所属する沢山城は、浅井長政の本城である小谷城と陸路で遮断されたことにあるようです。降伏した磯野一正は、沢山城を織田家に明け渡します。そして高島軍を代わりに与えられ、織田家の家臣として働くことになりました。なぜ磯野は織田家で働くことになったのでしょうか。磯野は織田家の降伏条件として籠城している軍すべて小谷城へ移動させるという条件で開城しました。しかし浅井氏に磯野一正は疑われ、小谷城へ入城ができなかったようです。磯野一正は浅井家中に戻ることはなく、織田家に仕えることになりました。沢山城には信長家臣の丹羽長秀が城代として入城しています。沢山城は琵琶湖に近く、中世東山道が北東を通う立地にありました。さらに琵琶湖が付近にあります。信長は本拠地である岐阜から京都へ向かう際に琵琶湖の水運を利用しようとします。そのため沢山城に大船の建造を命じました。大船の大きさは長さ54メートル、幅は13メートルもあったそうです。1
ヶ月ちょっとかけて完成させています。7月6日、完成した次の日です。信長は早速完成した船に乗り、沢山から坂本へ渡りました。本能寺の変で信長が討ち死にすると、豊臣秀吉が政治の主導権を握ります。1590年、天下統一を果たすと、諸大名の配置替えを決めました。この時、豊臣秀吉は沢山城を直轄地にします。石田三成を代官としました。1595年、関白であった豊臣秀次が秀吉により自害を命じられます。石田三成は19万4000石を与えられ、沢山城主となりました。本丸には 4.5 メートルの石垣の上に50の天守が築かれ、周辺に西の丸、二の丸、三の丸が築かれました。秀吉が死去すると、朝鮮半島へ渡っていた武断派が日本へ帰ってきました。武断派諸将と行政を担っていた石田三成ら奉行衆は対立します。徳川家康が政権掌握を狙うことで対立に加わったため、関ヶ原の戦いとなりました。1600年、五大老の一人である上杉景勝が謀反を企てているとして、五大老筆頭の徳川家康は、豊臣一家の武断派を率いて会津へ向かいます。途中、沢山城へ引退していた石田三成が挙兵しました。9月15日の関ヶ原の戦い後、小早川秀明によって沢山城が攻められます。石田方は自ら城に火を放ち、沢山城は落城しました。石田三成の所領を引き継いだのは徳川家臣の井伊直政でした。井伊直政は徳川家の筆頭家老です。徳川最強の部隊である井伊の赤備えを率いた大将でも知られています。井伊家は彦根城を築き、沢山城を廃城にした家ですが、初代の井伊直政は沢山城で亡くなったことが分かっています。皆の衆、お城巡りはどうかな？楽しんでもらえたかな？お城クイズの答え合わせの時間じゃ。私の名前は石田三成。沢山城の城主を務め、豊臣政権のご奉行を務めたものじゃ。沢山城主となる前には、関白殿下の九州征伐のための輸送や、欧州仕置きの際の検知など、主に、行政で功名を挙げたのが私だ。武功がないわけではない。遡るが、地図がだけの戦いでは、先駆け衆として一番槍を上げるなど武功もあるのだぞ。沢山城主時代は、京都奉行職に任じられ、キリシタンの弾圧や、任との講和施設の接待なども任されたのじゃ。二度における朝鮮出兵では国内に留まったが、実は、三度目の朝鮮出兵が計画されており、私は、大将の一人になる予定だった。しかし、関白殿下が亡くなられたため、計画は取りやめとなったのじゃ。その後、豊臣家は、加藤清正や福島正則らが、徳川に尻尾を振ったため、徳川に政権を牛耳られるようになるのじゃ。関ヶ原では、私は諸将を集めたが、徳川にしてやられたわ。今度はそうはいかんぞ。早速、軍資金を集めねば、書き食えば、金が鳴るなり、観音寺じゃ。おっと、皆の衆、柿を食うときは、気をつけた方がよいぞ。あれは、多く食うと腹を下すからの。あそこに見えるのは、幾木徳川家康。秀頼様の天下を奪った大泥棒が、皆の者、出陣じゃあ。
最後までご視聴いただきありがとうございました。本日のお城巡りはいかがでしたでしょうか。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回のお城巡りで、またお会いしましょう。次回のお城巡りは諸畑城です。諸説ある織田信長が生まれたお城の一つに挙げられているお城です。ぜひご期待ください。